ほいどうもこんです。ということで、今回はこちらのオムナスランプを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、9月6日の MO チャレンジで8勝2敗で準優勝していたものですね。8日の MO チャレンジでも7勝2敗でトップ4に入っていたりと、最近突如活躍し始めているので、ピックアップしてみました。一応最初に言っておくのですが、アリーナタと森のリン像がまだ収録されていないので、同じ2マナ域のマナクリーチャーとして、硬化したクズ鉄くらいに置き換えています。呪言がないので除去はされてしまうのですが、一応イゼットフェニックスやイグラコンボへの対策にもなるカードですね。こちらのデッキですが、基本的にはモダンでも活躍していたオムナスが軸となっていて、4マナ44でワンドロー、さらに上陸のために4点ゲインや4マナ加速をすることができ、現在のパイオニアにおいてもかなり強力なカードになっています。スタンダードでも活躍をしたニッサとの相性が良く、ニッサの能力でオムナスを探すこともでき、シナジーが美しいデッキですね。また、ブルームバローでルムラが登場したのもでかく、ルムラもエレメンタルのため、オムナスと同じくニッサで探すことができますね。高速展開をしてルムラを出すと、早いターンに土地が大量に出るので、全体除去などで生物を除去されたとしても、後続につなぐことができるようになったのが偉いかなと思います。また、サイドではベーザも活躍していて、パイオニアでは禁止改定以降、アグロがかなり勢力を伸ばしているので、パイオニアにおいても強いカードになっています。今の環境においては、一旦オムナスが定着してしまえば有利を取れることが多く、禁止改定においてティアが上がったデッキの一つですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで出力していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。まあ序盤からしっかりと動けて、マナ加速もできるということで、キープしていきましょう。まあ、基本的には、2マナ域のマナクリーチャーがいるハンドをキープしていきたいですね。さあ相手は、ワンマーニガンでスタート。とりあえず、森からスタートしていきましょう。さあ相手、まあ赤タンか、ラクロスか、グルーかという形ですが、とりあえず、まあマナクリーチャーからスタートですね。まあ、次のターン、ポータブルホールプラス、洞窟単元と動いていけるので、まあ悪くはない序盤になっていくのではないかなと。さあ相手即走から、さらに熊野。まあこの3点は、通していきましょう。3点通って残り15点まで。お、爆発いいですね。とりあえず洞窟探検から入っていく。まあ2枚目のポータブルホールもいいですね。おっと、マナクリーチャーを使ってしまう。まあオートタップだと、ダメージをね、食らわないように動いてしまうので、まあ基本的にはやっぱりオートタップは使わない方がいいですね。まあただ相手ね、パンプアップ系のスペルがかなり大量に入っているデッキということで、まあ立ててたとして、ブロックしたかは、また別問題ですね。まあ相手のデッキ、2個前かな、動画にも上げていますので、ぜひぜひご覧ください。まあほぼほぼね、スタンダードの赤タンということで、スタンダードしかやってない人にも、まあ割とね、おすすめできるデッキですね。さあ、相手ここはしっかりと悩んで、まあ選択肢があるハンドという形ですね。まずは2点アタック。はい。タイタンの力。スクライ1で、戦術はボトムに送っていく。構えてきそうな感じですね、これは。さあ、ここは何もなし。なるほど。ただこのターンちょっと難しいですね。間の悪い爆発は、まあ、相手がクリーチャーをね、並べてから打っていきたいということで、まあ、このターンは一旦記憶の反乱構えでいいかなと。記憶の反乱打って、で、次のターンに間の悪い爆発かな。まあ、これはブロックしてもいいですね。大体次のターンに、まあ、間の悪い爆発を打っていくということで、ただここ、何もなし。何もなしで、なるほど、目立つたがりを計画していく。全部いいですね。まあ、ルムラと、オムナス、もらっていきますか。ケンリスをドロー。このターンちょっと難しいですね。ルムラ出して、合流点あるんで残り7。まあ一応目立ちたがりをブロックできるということで、死ぬ可能性はそんなに高くはないとは思いますが、
まあ、もしくは別軸。オムナスから入って、いや、リスクが高いですね。土地が引けたらいいんですけど、土地引けない確率も結構高いんで、安全に行くんだったら多分ルムラからが一番丸そうな気はしますね。オムナスから入って土地引けても4点ゲインプラスポータブルホールっていう流れになっちゃうんで、まあルムラからが丸いかな。さあ、記憶の反乱は追放してしまいますが、お、いいですね。これはかなりニューカペのフェッチが3枚落ちて3点ゲインからの4マナ加速ですね。これはさすがに、まあ、次のターン死なない限り、おそらくそのままいけるのではないかなと。さて、一応全速出せるようにして、ヨーリオンも、回収しておきましょう。白マナを使ってほしくない。まあ、先に、もうポータブルホールは使いますか。さあ、クリーチャー1体除去って、ヨーリオンを回収していく。まあ、残り10点あって、到達持ちのルムラが立っているということで、さすがに大丈夫な気はしますが、どうでしょう。巻いてそのパンプ投げ飛ばすとかもあるんで、まずは祖先の怒り。さあ、3-2が2体。まあ、どう動かれたとしても、基本的には目立ちたがりをブロックはしますね。さあ、残り1マナ。さすがに大丈夫そうですが、どうでしょう。フルパン。4点入って残り6点。投げ飛ばしあっても大丈夫ですね、これは。まあ、なんならそのクリーチャーが出てこなかった場合は、次のターン勝っている可能性も割とありますね。ケンリス出して、ただブロッカーが出てくる。小道これいけてるかな。13。小道でマナ加速して、ケンリス出してって感じで、まあ、パワー20までいったら勝ちなんで、はい、ケンリス出します。で、山使って1マナ。これは多分勝ってますね。14、19、22。で、崩れすくらいも、パワーがね、3になるんで、それプラスケンリスの能力起動2回できる状態ですね。まあ、こういうその、マナを伸ばすデッキでは、ケンリスね、かなり強いですね。さあ、これはどこをブロックしても、まあ、トランプルのため、削り切ることができると。サイドボード行きましょう。まあ、相手高速アグロデッキということで、クラリオン、ティタニア、レッドキャップ、ベーザと、まあ、対アグロ用の、カードを全部入れていく感じですね。で、ドロスペルを打ってる余裕がないので抜いていきます。さあ、1歩目勝って2試合目。土地1はまあ即マリガンですね。はい。キープはできますが、まあ、そんなに威力はないハンド。カーフェルを置いてる余裕が多分ないんで、まあ、カーフェルをボトムに送っていきましょう。まあ、カーフェルかもしくはケンリスですね。まあ、だからケンリスは出せればね、かなり強いんで、一応、キープしていきましょう。さあ、相手は進化の英雄から。これはちょっとぶん回られると、3キルとかされそうな感じはありますね。一応、ウセロがあるんで、まあ、ただコブラを一旦置く必要があるんで、これ緑マナを持ってくる必要がありますね。さあ、相手ここ悩んでくる。お、囲いから、なるほど。これどうですかね。まあ、コブラを抜くのか、ウセロを抜くのか。コブラを抜かれた場合は、平地を持ってきそうですね。まあ、基本的には緑マナがかなりね、大事なデッキではあるんですが、ただウセロを抜いてくる。なるほど。からの巨大の怒り。さあ、これは森を持ってきましょう。まあ、なんだかんだこれ、相手、かなりね、ダメージを入れることはできるんですが、次のターンこれワンチャン、
コブラで、いや、でもあれか、トランプルが今ついてるんで、まあ、かなり厳しい、展開ではありますね。うん。ジャンプをすることができない状況ということで、さらに挑戦者。これね、ブロックするしかないかな。まあ、相手、多分スペル持ってますけど、はい。まあ、これをね、その通す余裕がないんで、通してたら、10点入りますからね。さあ、残り8点。まあ、さすがに無理そう。まあ、基本的にはやっぱりその、進化の英雄を除去ることができないと、かなりね、厳しいマッチアップではありますね。また、進化の英雄次第ではあるかなと。まあ、3戦目いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。悪くはないですね。一応除去があって、コブラにスタートあるということで、まあ、一旦多分コブラから置いて、ニッサからそのままニューカペのフェッチまでつなげていきたいという感じですね。さて、ということでまずはニューカペのフェッチを1枚使っていきましょう。まあ、レッドキャップを次のターン打つことは多分ないですが、まあ相手の動き方次第ですね。さあ、ここ悩んでくる。悩んでくるということは、囲いを持ってそうですね。まあ、ただ、アグロがその囲いから入ってくるのは、まあ、こっちとしては割とありがたい展開ではあるかなと。何抜くんだろう。まあ、相手の手札次第ではありますが、クリーチャーが2枚以上あるんだったら、コブラかニッサーを抜いていきそうな感じではありますね。ここはニッサーを抜いていく。ということで、まずはコブラを出していきましょう。一応次のターン、まあ何も引けなかったとしても、ヨーリオン回収プラスレッドキャップと動いていくことができますね。さあ、相手目立つたがりの計画。なるほど。まあ、レッドキャップを構えてもいいんですが、構える動きはさすがにちょっと弱いんで、まあ、カーフェルのタップインを処理しながら、ヨーリオンを回収していきますか。で、これブロックしないんで、殴って OK ですね。さて。まあ、ただ割とその、アトラクサも見える展開ではありますね。脅迫。はい。さあ、これレッドキャップが抜かれる。からの進化の英雄。さて、これどうするか。お、ニッサ引いたのは偉い。これは先にニッサから行きましょう。で、ニューカメラフェッチも使って OK ですね。一応、緑マナを出しておくのがいいかなと。沼もね、その、後々必要ではあるんですけど、まあ、ルムナのことと考えて、森を、まず2枚ですね。さて。で、これ4マナ出て、ティタニア、偉いですね。さあ、ティタニア出していきましょう。で、このターンはそのまま渡していく。ティタニアは、ブロックに回して OK ですね。ティタニアを除けるために相手がそのスペルを使ってきた場合は、ニッサとコブラが生き残りやすくなるんで、4、5、6。まあ、次のターン、アンタップインの土地を引いたら、まあ、もしくはニューカペナフェッチを引いたらアトラクサが出せる展開ですね。まあ、割と確率的には高いかなと。さあ、相手クリーチャーを展開してきていますが、まあ、相手これね、そのアトラクサが見えてるんで、ニッサかコブラを除去りたいはずではあるんですよね。これは目立ちたがりブロックしていきましょう。まあ、相手が何を持っていたとしても、これ相打ちを取れる感じですね。はい。これタフネスが1しか上がらないので、相打ちを取ることができると。はい。ということで、これはもう、アトラクサですね。アンタップインからの白マナを出して、アトラクサまで繋げていくと。まあ基本的にこのマッチアップだと、アトラクサを出しちゃうと、はい、勝ちですね。GG。
さあやっていきます。こちら先手。結構微妙ですが、まあただキープはできるかな。基本的にパイオニア環境だと、ポータブルホールはね、かなり使いやすいカードということで、まあ一旦ポータブルホールから入って、はい、何も引けなかったとしても、まあヨーリオン回収とかできて、で、今回はニッサが引けたので、まあ割と普通に、回すことはできますね。最低これはラクドスミッドレンジですね。まあソリンが禁止された結果、ラクドスヴァンパイアは、まあ普通のミッドレンジに戻っていったと。さあ、ここはもう、ポータブルホール使っていきましょう。で、次のターンであれば、ニッサを、そのままニューカーペのフェッチで使うことができるので、さあ、相手巨人を置いてくる。まあ、フェッチから、もう、アドバンテージを取っていきたいですね。巨人を除去るかどうか結構ね、これ悩ましいんですけど、まあ、相手がその、シェオルドレッドとか出してくると結構しんどいんで、ここはウセロを打たないよりかな、自分は。まあ、ここは割と人によって分かれると思います。一応間の悪い爆発もあるんですけど、まあ、結局そのシェルドレッド出されてから2ドローってなるとかなりね、しんどいんで。さあ、相手除去を使ってくる。からの収穫者。いいですね。これは、またニューカフェのフェッチ出していきましょう。ルムラが引けると、偉いですが、ルムラか、まあ、もしくはオムナス。オムナスをそろそろ引きたいが、ルムラ。まあ、ルムラは悪くない。で、これはヨーリオンでいいかな。まあ、さっきと同じく、ウセロを打つよりも、まあ、ドレッド用に取っておいた方がいいかなと。さて、これね、相打ち取っていいですね。さあ、4-3と3-3。トレードしていく。はい、ドレッドですね。ただ、これどうするかな。多分ね、このターンはルムラでいい気はしますね。このターン、そのウセロを打つと、間の悪い爆発しか使えなくなるということで、まあ、一旦ルムラから行きましょう。で、ラクドスもね、そのルムラを除去れる除去が、まあ、そんなに多く入ってないんで、パイオニアだと、その、マナ総量5以上のでかいクリーチャーって結構ね、強いんですよね。さて、ルムラ8-8まで育っていく。相手はおそらくこれは、除去を探しに行ってる形ですね。さあ、ということで、2点ゲインからの8-8を出していく。まあ、仮に除去を引かれたとしても、例によって、まあ、ウセロで、ドレッドは除けれるということで。さあ。かっこいい。これ何抜くんだろう。ウセロですかね。さあ、一旦ウセロを抜いていきますが、まあ、ただこれドレッドはトレードで OK ですね。まあ、カーフェルがあるんでね、そのルムラ全然使い回せるんですよね。カーフェルのね、このルムラの偉いところは、カーフェルでルムラを釣ったら、ルムラでそのままカーフェルが戻ってくるという、まあ、無限リアニメートができる形になりますね。さあ、クズデスぐらい出していきましょう。どうかな。間の悪い爆発打っても良かったですね。先に打った方が良かったか。多分もう全力で使うことないんで、このターンに打つかな。さあ、間の悪い爆発から、まあ、2ドローとして使っていきましょう。ただ、土地土地。まあ、次のターン、カーフェル起動、プラスヨーリオンもいけるのか。まあ、悪くはないかな。さあ、相手クリーチャーは並んではいますが、一応これ、サイコスの巨人ケアした方がいいかな。クズデスぐらいは残しておきたいんで。さあ、残り7点。から、相手は、はい、サイコスを引いている。
まあ、ただ残り5点なんで結構、ライフはね、詰まってますね。うせろ。これはどうするかな。カーフェルで一応、アトラクサ釣れる。これはアトラクサでいいかな。オムナスは欲しいですね。オムナス、ポータブルホール、反乱。で、ニューカペナフェッチの方を拾って、残り4マナ。まあ、ポータブルホールは使っていくんですが、まあ一応、ウセルも構えれるということで、まあ次のターンに死ぬことはおそらくないかな。うん。さあ、で、このターンに倒されなければ、まあ大体勝てる、展開ではありますね。ハンド1枚対、ハンド7枚。アトラクサが1回殴っちゃうと、まあ大体勝ち。で、仮にアトラクサの除去を引かれたとしても、まあオムナスからのっていう感じで、どんどんとね、ライフゲインをすることができるんで、さあ、砂時計をフルに使っていく。なんだろう。ショックランド。まあ、ドローを進めて、除去を探すしかないという状況ですね。で、これ止まってないんで、多分、ドローはこっちですね。GG。さあ、相手一般的なラクドスなんですが、まあ一応、ティタニアベーザプランでいきますか。さあ、一歩目勝って2試合目。うん、悪くはないですね。2ターン目クズテスから、で、まあ除去がなければオムナスまで、出していけるハンドですね。ただ囲いからスタート。これはね、そのマナクリに抜かれると、こちらの動きがめちゃくちゃ遅くなっていきますね。ただオムナスを抜いていく。なるほど。オムナスを抜くということは相手も、結構ね、遅めのハンドの可能性ありますね。さあ、ここ。クリーチャーが出てこない。なるほど。まあ、除去されてもいい方から出していきますか。分析者はその、まあ4マナでね、能力起動まで使っていきたいということで、さあ、マナクリーチャーに喉首を使っていく。まあゲームスピードが遅くなる分にはね、こっちが、はい、有利になっていくんで、クリーチャーなし。なるほど。このターンちょっと悩ましいですね。まあさすがに分析者いくか。まあ分析者も、プッシュとかね、あったら、除けられはするんですが、ただ相手止まってきてないんで、まあ除去は持ってなさそうですね。一応沼を持ってきましょう。さあ相手ハンデス、除去ハンデスという動きですが、構えてくる。なるほど。うん。まあ分析者起動から入っていいかな。相手止まってきてますが、まあ除去を引いてる感じですかね。さあ1点アタック。まあちょっとね、まだ墓地に、土地が2枚しか落ちてはないんですけど、まあ全然これ起動して OK ですね。さあここも構えてくる。なるほど。除去ハンドか、これは。ハンデス、ハンデス。で、あと全部除去。みたいな感じの可能性はありますね。さあ、ここで止まってくるのは、なんだろう。ラクドスミットでここで止まってくる、まあ悩むスペルって多分、ないはずですが、まあインスタントタイミングの墓地対策とかも、まあ入ってないはずですね。はい。さあ、ということで、年が戻ってきて、さらに止まってくる。なんだろう、これ。ここで悩むカードがちょっと自分は思い浮かばないですね。さあ。これは、まあ、ただの遅延の可能性は全然ありますね。はい。ということで、まあ森でいいか。島がね、欲しいんですが、
まあ次のターンもう一回、マナクリから入っていく、必要はあるかなと。はい。ただ小道引いてくる。まあこれはアトラクサーからいきますか。相手がまあ多分除去持ってるんですけど、まあアトラクサーに除去を打たれる分には全然 OK なんで、後続をね、探していきましょう。さあ、小道から島を持ってきて、アトラクサーまで出していくと。うん。まあ2枚目のアトラクサーが一番いいですかね。2枚目のアトラクサーか、まあもしくはルムラとか。はい、どっちもありますね。アトラクサ、カーフェルもある。カーフェルで、リアニメートもできるんで、アトラクサ3連発までいけますね。さあ、ということで、まあ、ここまで来るとね、さすがに、だいぶ有利な形ではありますね。まあ、除去は持ってそう。はい、絶望将来。まあ、2ドローがめんどくさいですね。除去られる分には全然 OK ですけど。さあ、もう一回アトラクサー。はい。これは、まあ、ルムラかな。ルムラプラス反乱。で、行きましょう。で、カーフェルを置いていくと。これでもう一回アトラクサー除去られても、リアニメートすることができるということで、リアにできて、かつ、ルムラでカーフェルをもう一回拾ってっていう動きができますね。さあ、ただここ囲い。まあ、一旦ルムラを、はい、落としていく。はい、もう一回絶望将来。うん。まあ、除けられるのはね、ほんと全然どうでもいいんですけど、2ドローがね、めんどくさいですね。ということで、まあ、一旦分析者から行きましょう。分析者と、まあ、マナクリーチャー出して、で、このターンは分析者起動ですね。分析者起動から、沼沼を持ってきてから、カーフェル起動まで行きましょう。まあもうマナがね、これ飲み放題なんで、何でもできますね。はい。これマナクリ1体に、絶滅のケーキ。さあ、ということで、土地がどんどんと伸びていく。で、これ墓地からカーフェルを拾ってきてるんで、まあレアニメートを2回打つことができると。巻いてこれ、サイド後、かなり、除去婚にしている可能性ありますね。さあ、絶滅のケーキから、ドレッド。うん。まあ、ドレッドは即除去っていきましょう。さて、ドローまで。日差。悪くないですね。日差。まあ、そのまま、小道起動して、どうするかな。まあ、正直、ルムラリアニメートでもいいんですけど、まあ、さすがにアトラクサー、リアリの方が強いんで、はい。まあ、さすがに投了ですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。